日本の宇宙スタートアップ、スペースクォーターズが画期的な成果を達成しました。たった 7kg の溶接装置で、月面と同じ重力環境での溶接に世界で初めて成功したのです。さらに、月の砂を焼き固めた建材と金属を溶接でつなぐことにも世界で初めて成功しています。この技術が今、急激に重要性を増しています。スペースクォーターズが実証成功を発表したわずか5日後、NASA は月を周回する宇宙ステーション、ゲートウェイ計画を事実上凍結しました。代わりに打ち出したのは、200億ドル、日本円で約3兆円をかけて、月面に直接基地を建設するという大胆な方針転換。月に降り立つだけではなく、月に住む。そんな時代が現実になろうとしている今、月面で溶接できるかどうかが決定的に重要になってきました。しかし、地球では当たり前の溶接が、宇宙ではなぜこれほど難しいのでしょうか。まずは、スペースクォーターズが使った溶接技術の仕組みを見ていきましょう。皆さんも晴れた日に虫眼鏡で太陽光を一点に集めると髪が焦げるのを見たことがあると思います。光のエネルギーを狭い範囲にギュッと凝縮するから温度が跳ね上がるわけです。同社の溶接装置はこれと似ており、光の代わりに電子という極めて小さな粒を超高速で打ち出し、金属の一点に叩きつけます。電子の運動エネルギーが熱に変わり、金属を深くまで溶かしてくっつける。この技術を電子ビーム溶接、略して EBW と呼びます。EBW のエネルギー効率は約 85%。これは一般的なレーザー溶接の2倍以上にあたります。一方で、地球上で EBW を使うには大きな制約がありました。電子は空気の分子にぶつかると散らばってしまうため、必ず真空の箱の中で作業しなければならないのです。工場に巨大な真空チャンバーを設置し、その中に部品を入れて蓋を閉じ、空気を抜いてからようやく溶接できる。手間もコストもかかる、正直なところ不便な技術でした。ところが、宇宙空間ではこの弱点が圧倒的な強みに変わります。宇宙空間はもともと超高真空であり、月面の気圧は地球の1兆分の1以下。地球で苦労して作っていた真空環境が宇宙にはただで無限に広がっています。しかし、宇宙空間では真空環境と同時に無重力という地球にはない環境もセットになっています。もし重力がなくなったら、液体は球状にふわふわと浮き上がり、あちこちに飛び散りますよね。溶接では金属を溶かしてできた高温の液だまり、これを溶融池と呼びますが、無重力では溶融池が球状の液体になって制御不能に陥るリスクがあります。さらに厄介なのが気泡。地球では溶けた金属の中の気泡は浮力で上に抜けていきます。ですが、無重力では浮力が働かないため、通常の溶接方式では気泡が金属の中に閉じ込められたまま固まってしまう。固まった金属の中に空洞が残れば、構造物の強度は致命的に低下します。実は EBW はこの問題に対してむしろ有利に働くのです。真空中で電子ビームを使うため、溶接部にガスが巻き込まれにくく、研究では異小重力下での EBW は通常重力よりも気候が減少するという知見が報告されています。さらに、ビームのエネルギーをマイクロビュー単位で精密に制御し、溶融池を高速で凝固させることができます。液滴が飛び散る前に固めてしまう。だからこそ、無重力環境でも安定した溶接が可能なのです。スペースクォーターズが成し遂げたもう一つの歴史的な成果。それは月面の砂、レゴリスを焼き固めた建材と金属をつなぎ合わせたことです。茶碗やお皿のような陶磁器を思い浮かべてください。陶磁器に鉄板をくっつけようとしたらどうなるでしょうか。熱を加えると陶磁器と鉄では
膨張する量がまるで違います。片方が大きく伸びて、片方はほとんど伸びない。その引っ張り合いで接合面にひびが入ったり剥がれたりしてしまいます。月のレゴリス小結体はこの陶磁器に似た性質を持つセラミック系の材料で、金属との接合は材料科学の世界でも至難の業。スペースクォーターズは大林組が製造した月のレゴリス小結体を使い、 EBW で金属構造材との接合に世界で初めて成功しました。月の砂で作ったレンガと金属の骨組みを溶接でつなぐ月面基地の建設に不可欠なこの技術を世界で最初に実証しました。しかし EBW 自体は1969年のソユーズ6号の時代から宇宙で試されてきた技術です。57年もの歴史がありながら、なぜ今まで月面建設に使える形で実用化できなかったのでしょうか。1969年、旧ソ連のソユーズ6号が宇宙で初めて溶接実験を行いました。3つの溶接方式が試され、最も優れた結果を出したのは EBW だったのです。しかし、実験から半世紀以上が経っても、宇宙で溶接技術が本格的に使われることはありませんでした。宇宙空間で使うには3つの壁が立ちはだかっていたのです。1つ目は代替手段の限界。工場でおなじみのアーク溶接は空気中のシールドガスで溶接部を保護しています。ですが宇宙には空気がなく、かといってシールドガスを地球から持っていくのは重量の問題があります。レーザー溶接なら真空でも使えますが、アルミのような高反射材料ではビームが跳ね返されてエネルギーのロスが大きいのです。EBW が最適だと分かっていながら、次の壁が行く手を阻んでいました。2つ目は途方もない重さ。地上の工業用 EBW 装置は高圧電源と電子銃を合わせると数百キログラム級の大型システムが一般的です。スペースクォーターズによると、現在の月面への輸送コストは 1kg あたり1億円から2億円。仮に従来型の装置を月に送ろうとすれば、装置の輸送だけで天文学的なコストはかかる計算です。優れていても持っていけないのでは意味がありませんよね。そして3つ目、最も本質的な壁。月面基地を建てるとき、すべての建材を地球から運ぶのは不可能と言えます。月にある砂、レゴリスを建材に使うなど、現地資源の利用が不可欠です。月の砂を採掘し、焼き固めて建材ブロックを作り、それを組み立てて構造物にする。このプロセスの中で、焼き固めた建材と金属の骨組みをつなぐ接合技術だけが長年にわたって空白のままでした。採掘技術も焼結技術も進んでいた。しかし、それらを一つの構造物にまとめ上げる接合という最後の一手が欠落していたのです。スペースクォーターズは 7kg への小型化、無重力と月面重力での実証成功、そしてレゴリス小結体との異彩接合に成功しました。7kg の装置で本当に溶接できるのか、そう疑問に感じた方もいるかもしれませんね。当社は2026年3月、航空機によるパラボリックフライトで実証試験を行いました。放物線を描いて飛ぶことで、機内に無重力や月面重力を再現する試験手法です。プレスリリースによると、複数の金属材料と月面レゴリス小結体を無重力と月面重力の2つの重力環境で溶接。試験回数は合計20回以上で、すべての材料、すべての重力条件で良好な接合状態と十分な接合強度が確認されています。この実証を支えているのは日本の宇宙研究機関との連携です。スペースクォーターズは JAXA 宇宙探査イノベーションハブの第11回 RFP に採択されています。共同研究のメンバーにはレゴリス小結体を製造する大林組と
衛星部品メーカーのオリガミ EKS。さらに2023年にはフランス国立宇宙センタークネスから研究を受託し、ネドの SBIR 制度にも採択されました。国内外の宇宙機関はこの技術のポテンシャルを認めているのです。今回のパラボリックフライト実証により、技術成熟度のさらなる向上が期待されています。次のステップは軌道上での実証試験。その先に月面での実証、2030年代の月面建設サービスへとロードマップが続きます。海外でもアメリカの新興オービタルによる軌道上溶接やアイコンの 3D プリント技術などの実証が進んでいますが、対象市場やつなぐ技術という点ではスペースクォーターズと異なります。月面建設、現地資源利用、そして接合技術。この3つの要素を同時に満たしているのは世界でスペースクォーターズだけと言えます。では、この技術が経済的にどれほどのインパクトを持つのか。実は日本の大手企業がすでに月面経済圏に向けた布陣を敷き始めています。NASA が発表した月面基地の建設計画は7年間で200億ドル、日本円で約3兆円という規模です。中国が2030年までの有人月面着陸を目標に掲げ、その先に月の南極への基地建設を計画する中、NASA は月面に定住するという明確な意思を示しました。2040年時点の月面関連市場は約1700億ドル、日本円にして約27兆円に達するとされ、JAXA 資料でもこの数字が参照されています。この巨大市場に向けて、日本ではすでに宇宙建設のバリューチェーンが動き出しています。実は日本のスーパーゼネコンが月に建物を建てるための研究を本格的に進めているのは知っていますか？バリューチェーンの上流、材料製造を担うのが大林組。大林組は JAXA との共同研究で月のレゴリスをマイクロ波で焼き固めてブロック状の建材にする技術を開発しています。研究報告によると、圧縮強度は地球のコンクリートに匹敵する水準。スペースクォーターズの2026年3月の実証で使われたレゴリス小結体も大林組が製造したものです。月の砂を大林組がレンガに変え、スペースクォーターズがそれを金属と溶接でつなぐ。このバリューチェーンは世界で唯一の実証済みパイプラインと言えます。中流では鹿島建設がクワッドアクセルフォースペースという月面建設ロボットプラットフォームを開発しています。地球上の無人化施工技術を月面に応用し、自律的に整地や掘削を行うシステム。採掘した砂を大林組が焼結し、スペースクォーターズの装置で接合し、鹿島のロボットで組み立てる。日本企業だけで月面建設の全工程をカバーできる可能性が見えてきました。さらに、宇宙実証を支える基盤もあります。三菱重工グループのダイヤモンドエアサービスは、今回のパラボリックフライトで試験機を提供しました。国の後押しも本格化しています。総額1兆円規模の宇宙戦略基金は、最大10年間にわたる支援体制で、月面インフラ構築テーマでは、東北大学の研究室が採択されました。この研究室は、スペースクォーターズとも技術的に連携しており、宇宙溶接研究の確実基盤を支えています。国や産業界がここまで力を入れる背景には、宇宙ビジネスが秘める巨大な経済効果への期待があります。経産省は、日本の宇宙産業市場を現在の約4兆円から2030年代早期に約8兆円へ倍増させる目標を掲げています。ある調査レポートによると、月面の現地資源利用市場は2025年の約3200億円から2030年には約7700億円に成長する見込み。年平均成長率は 19.1%。この急成長市場の接合という空白を埋める技術を持つのがスペースクォーターズなのです。最後に、
今回のポイントを3つにまとめておさらいしましょう。1つ目は逆転の発想。地球では真空が必要で、不便な溶接技術が宇宙という真空環境では最も効率的な方式に変わります。2つ目はオールジャパンで成し遂げた世界初 JAXA 宇宙探査イノベーションハブの競争的審査、大林組との共同パイプラインパラボリックフライト20回以上の実証。たった 7kg の装置で月面重力での溶接と月の砂の建材との接合という2つの世界初を達成しました。ただし実用化まではまだ道のりがあり、軌道上実証、月面実証という2つのフェーズが待っています。3つ目は3兆円の追い風。スペースクォーターズの実証成功は発表されたわずか5日後、NASA が約3兆円規模の月面基地建設計画を発表しました。国内でも大林組や鹿島建設、三菱重工など産業界全体で月面建設のエコシステムを着々と形成しつつあります。月に建物を建てる夢のような話がフィクションではなくなろうとしています。2030年代には月に人類の基地が建設されるかもしれませんね。皆さんは建設がいつ頃実現すると思いますか？ぜひ皆さんの予想をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。